今回から新しく始めてみました新シリーズプチコン4入門の題材編第1回目は文字の形を変えようその1というテーマでお送りします。このシリーズではある題材をプチコン4初心者の方でもできるようになることを目指して解説します。ターゲットはプチコン4の初心者の方です。この動画で想定している初心者の方の目安としては、ダイレクトモードとエディットモードの行き来ができたり、エディットモードでプログラムを書くことを知っている、プログラムは上から下に流れていくということを知っているという程度で大丈夫です。全くの初めてで、プログラミングってなんだとか、プチコンの使い方どうやるのという方は、まずは、このチャンネルの別シリーズ、小学3年生でもわかるプチコン4入門から入ってみてください。動画のスタイルはダイレクトモードでの実験や観察を中心にやっていきますが、プログラムのコードの入力部分は料理番組のように入力後のコードをまとめてお見せします。入力する場合は画面を一時停止してご自身の入力ペースで入力されてください。また本シリーズでは最初から最後まで見終わった後、何かのゲームが完成するというわけではありません。とりあえず手っ取り早く何かゲームを作る体験をしてみたいという方は、このチャンネル内にある1本で作る動画シリーズ、プチゲーム制作体験をご覧ください。こちらは1本の動画内でとにかく何かゲームを作り上げるまでを動画にしたものです。今回はゲームを作るときに大抵点数などの文字が表示されるのですが、この文字のデザインをオリジナルのデザインに変えられるようになることを目指します。左の図が何もしていない状態でプリント文で表示した文字。で、右の図がデザインを変えた後に同じようにプリント文で表示してみた文字です。不思議とゲームっぽさがなんか増しますね。これができるようになることを目指します。今回言う文字の形とは、よく一般的にはフォントという言い方をしますが、プチコン4の画面内にプリント文などで表示できる英文字や数字、記号などの文字の形です。ここからはプチコン4の文字の形のことをフォントということにします。私たちはプリント文を使うことで特に意識することなく簡単に文字フォントを画面に表示させていますが、プリント文を正確に言うと、指定した文字や数字のフォントをテキストスクリーン4番というところに書き込んでいるというのがプリント文の動きです。文字はテキストスクリーンというところに書かれているということを説明しましたが、テキストスクリーンとは一体何でしょうか。プチコン4には図のようにいろいろなスクリーンが重なって表示されています。この図の赤い面、これがテキストスクリーンという種類のもので、合計1、2、3、4、5枚のテキストスクリーンがあります。このテキストスクリーンは文字を表示するのに特化したスクリーンです。一番手前のコンソールと書かれたテキストスクリーン。これはダイレクトモードで入力した文字や出力した文字、プリント文で出力した文字が表示されるテキストスクリーンです。テキストスクリーンにはスクリーン ID という番号がついていて、奥の方からテキストスクリーン3番、2番、1番、0番となっていて、コンソールのテキストスクリーンは4番になっています。このテキストスクリーンというのは文字を表示するのに特化したスクリーンだと説明しました。今、左側に出ている図のゲーム画面には、山とか木とかの絵が表示されています。この木や山も実はテキストスクリーンを使っています。山や木は、ユーザー定義文字と呼ばれる山や木の形をしたあくまでも文字という扱いです。これらは英数字のフォントとは違って、どちらかというと絵として利用する文字です。テキストスクリーンにはフォントの文字も絵のようなユーザー定義文字も表示することができるのです。
テキストスクリーンの制限というのは、実は方眼紙のようなマス目のマスの位置にしか表示ができないということなのです。あらかじめ決まった枠の中にタイルをはめるように文字を貼り付けることができますが、方眼紙の線をまたぐような表示はできません。よって、この右の図のように枠の中にきちんと収まるようにしか文字が表示できません。こんな風な方眼をまたぐような配置はテキストスクリーンを使ってはできないのです。左の図の山や木も同じ山や木が枠の中に規則正しく整列しているように見えますが、それはこのためなのです。左図の下にいる線をまたいだゴブリンのキャラクター。これですね。これはテキストスクリーンではなく、スプライトという技術を使って画面に描いています。パチコン4では通常点数表示やゲームの背景、障害物など画面内にほぼ固定されているものはテキストスクリーンを使って描き、画面の中を自由に動き回ることができるものにはスプライトを使って描きます。今回は絵として使うユーザー定義文字の話ではなく、英数字や記号などの文字フォントに絞って説明します。プチコン4のフォントは2種類あります。その違いは1文字を構成するドットの数です。1文字を8ドット ×8 ドットの64ドットの集合で表した左図のようなものと、1文字を16ドット ×16 ドットの256ドットの集合で表したもの、右図ですね。これの2種類です。ドットっていうのは一つの色をつけられる最小の光の点のことです。このドットに何か色をつけたり透明にしたりということをして一つの文字を表しているのです。このようにドットの集まりで表したフォントをビットマップフォントといって、昔のパソコンやファミコンあたりの家庭用のゲーム機ではこの仕組みで文字を表現していました。ここから余談になりますが、最近のパソコンとか高性能のゲーム機ではアウトラインフォントという文字の輪郭の情報で文字を表現することが主流になっています。プチコン4では使用するフォントを画面に表示する際、等倍はもちろん拡大したり縮小したりして表示することができます。例えば8ドット角のフォントを16ドット角にして拡大して表示したり、逆に16ドット角のフォントを8ドット角に縮小して表示したりすることができます。プチコン4のフォントは8ドット角か16ドット角かの2種類しかないと先ほど言いましたけども、表示する大きさは8から64までの間であれば自由に設定することができます。しかし、横に10ドット、縦に20ドットなどとすることはできず、10ドット ×10 ドット、20ドット ×20 ドットと縦と横のドット数は必ず同じになります。この表示ドット角の大きさがテキストスクリーンの方眼のマス目の大きさになります。ここで画面の解像度の話をしておく必要があります。解像度とは一画面全体を構成するドット数のことです。プチコン4の初期起動時の画面は横が400ドット、縦が240ドットになっています。任天堂スイッチの画面の大きさというのは固定されていますが、この解像度というのは変更することができます。例えば、横を800ドット、縦を480ドットにするということもできます。こうなると、スイッチの画面の大きさは変わりませんので、一つのドットの大きさが4分の1になるということになります。では、初期状態の画面の大きさ、横400ドット、縦240ドットに話を戻します。この中には方眼紙のように文字が表示されるのですから、このようなイメージになります。きっちり隙間がないように方眼が作られます。この方眼1マスの大きさが文字の表示ドット角の大きさになります。文字の表示ドット角が方眼のマス目の大きさになりますので、解像度と文字の表示ドット角で画面の中にも表示できる文字の数が決まります。例えば
表示角を8ドット角に指定すると、400×240 の画面には、横方向には400ドット割る8ドットですから50文字分表示が可能で、縦方向には240ドット割る8ドットで30文字分の表示が可能ということです。で、同じように表示角を16ドット角にすると、横25文字、縦15文字の表示が可能ということになります。文字の表示角は8の倍数にした方が、元々の文字が8ドットの倍数になっているので、きれいに表示される傾向があります。では、ここまでのことを実験で確認してみましょう。プチコン4をダイレクトモードに切り替えてください。まず、ACLS 命令で画面を初期化します。ACLS 命令は画面についての各種設定をほぼプチコン4開始時の状態まで初期化してくれます。何か始めるときはともかく ACLS です。次にこの初期化された時の状態を確認してみましょう。X スクリーン命令は画面の解像度などを設定する命令です。X スクリーンアウトという命令で現在のそれぞれのパラメータである幅、高さ、サンプル倍率などを得ることができます。それぞれのパラメータの説明はここではしませんが、ここで重要となってくるのは幅と高さです。では、X スクリーンアウト WHA として変数に値を設定した後、プリント文で変数を出力して幅と高さ、ここではサンプル倍率も表示してみます。現在の画面の幅は400ドット、高さが240ドット、サンプル倍率が2であるということがわかります。ここでちょっと難しい話をしますが、このサンプル倍率の値が2ということは、ここでの1ドットを本当の画面のドットでは縦横方向それぞれ2倍のドット、すなわち1ドットを表現するのに 2×2 の4ドットを使って、さらに細かくきれいに表現するということをしているのです。スイッチの画面の最大のドット数は横が1280、縦が720ドットです。ですので、今のこの X スクリーンの指定で幅が400ドット、高さが240ドットでサンプル倍率を2として表現しようとすると、実際のスイッチの画面で使用されるドットは幅が 400×2 で800ドット、高さが 240×2 で480ドットで表示されているということになります。試しに解像度を倍にしてみます。幅を800ドット、高さを480ドットにしてみます。ここでサンプル倍率を同じように2にしてしまうと、幅が 800×2 で1600ドットとなり、最大ドット数1280ドットを超えてしまうので、サンプル倍率を2にすることはできません。よってサンプル倍率を1にします。このようになります。実行すると字が小さくなりました。解像度が倍になったので、字の大きさは縦横それぞれ半分ですので、4分の1の大きさになったということです。最大解像度である縦1280、横720を試してみるのもいいと思います。では元に戻します。簡単なのはACLS 命令を実行することなので、実行します。これで解像度は幅400ドット、高さ240ドットに戻りました。では次にテキストスクリーンの状態を確認してみます。tscreen 命令という命令でテキストスクリーンの文字の種類や文字の表示画角を指定できます。まず
先ほどと同じように tscreen-out 命令を使ってこのコンソール画面はテキストスクリーンの ID4 番なのですが、このテキストスクリーン4番の状態を取得してみましょう。テキストスクリーンの4番の情報を取得します。テキストスクリーンの4 OutABWH で、テキストスクリーン4番の情報を A にはフォントの種類、B には文字の表示サイズですね。で、W と H にはテキストスクリーンの幅と高さが入っています。で、プリント文で表示しています。16、8、50、30となっています。これにより、コンソールであるテキストスクリーン4番は、16ドット角のフォントを8ドット角の大きさで縮小表示をしているということがわかります。8ドット角で表示をしているので、横が 400÷8 で50、縦が 240÷8 で30文字が1画面分の表示をするようになっていることがわかります。では、今は16ドット角の文字を8ドットで表示している縮小表示をしてましたので、16ドットの文字を16ドットで表示するように変更してみます。T スクリーンで、スクリーンの ID は4番で、16ドットの文字フォントを16ドット角で表示するということです。実行すると文字が大きくなりました。今まで8ドット角で1文字を表示していたのが16ドット角で1文字を表示するようになったので、画面の解像度は変わってませんので、文字が大きくなったわけです。では、カーソルキーの上で、以前の入力履歴を呼び出すことができますので、再度 tscreen-out 命令を使って現在の設定を取得します。で、同じように、パラメータを表示しますと、確かに16ドットのフォントを16ドットで表示するという形です。なので、横の文字数が25、縦の文字数が15と自動的に変換されていることがわかります。では一旦 ACLS 命令で元に戻します。では今度は同じスクリーンの4番で8ドット角の文字を8ドット角で表示するように設定してみます。スクリーンナンバーは4番で8ドット角のフォントを8ドットの大きさで表示します。実行するとちょっと細い字にフォントが変わったのがわかります。8ドット角の文字は16ドット角の文字と文字の形が別だということがこれでわかります。もっとよく見たければ tscreen 4、8、16として8ドット角の文字を16ドット角に拡大して表示してみるのもいいと思います。よりくっきりドットの構成が見えます。今回はここまでです。プチコン4の文字の種類は8ドット角と16ドット角の2種類があること、その文字を何ドット角で表示するかを指定できること、解像度によって文字の大きさや1画面に収まる文字の数が変わってくることなどが理解できましたか？ダイレクトモードで実験したり観察したりすることで理解は深まります。どうしようもなくなったら、ホームボタンでプチコン4そのものを終了して再起動すれば、いつでも元のプチコン4に戻るので、怖がらずにどんどん実験していきましょう。ご質問や解説してほしい項目の要望などがございましたら、コメント欄にお寄せください。なるだけニーズのある内容に寄せていきたいので、ぜひよろしくお願いします。また、動画の内容が良ければ、高評価やチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。では今回はここまでです。続きは次回です。次回までお楽しみに。